マッスルウォッチングの高井です。運動や食事管理をしても足が一向に細くならない人の3つの特徴とその改善方法を詳しく解説していきます。レッツゴー。まず1つ目の特徴は腹圧をかけることができないということです。腹筋に圧をかけることができない。この後実技の中でも詳しく解説しますが、スクワットをやるにしてもプランクをやるにしても腹圧がかかってない状態で腹筋から力が抜けていると体のコントロールが非常に難しくなります。その結果、肩だったり腰だったり膝だったりさまざまな部分に負荷がかかってきます。本来鍛えたい部分が鍛えられなかったり効かせたいところに効かせられない場合は腹圧のかけ方を知らない人が多いです。特徴その2、股関節を上手に動かせない人が多いです。例えばスクワットするときに股関節をうまく動かせなかったらどうなるでしょうか。お尻や内転筋に効かせたいのになぜか前ももばかりに効いてしまう。スクワットのフォーム自体がそもそもうまく取れない。こういったことは股関節をうまく動かせないことから生じています。この後実技の中でスクワットのやり方を詳しく紹介します。3つ目、そもそも体を思い通りに動かせない。例えば手を真横に出してくださいと言ってもこういう風になってる人、知らず知らずのうちに右が高くなって左が下がっていたりとか、手を真上に上げてくださいと言っても手が前に上がってたり逆に後ろに反りすぎていたり、自分では真横に出しているはずのものが高さが違ったりするとやっているつもりの運動フォームが元から間違ってしまうということになります。自分の癖のついた動きで正しいと思ってやっている運動フォームが実は間違っていたということはすごく多くあります。自分の思い通りの体にならない、ボディメイクがうまくいかないという人はほとんどの場合は自分が思っているように正しいフォームでできていません。ではこれから腹圧のかけ方や股関節の動かし方、自分がイメージしている通りに体を動かす方法を実技で説明していきます。まず腹圧のかけ方ですが、このプランクの状態をとってください。プランクでは肩の真下に肘をついて、肩骨盤かかとが一直線になるように、この状態から腹圧が抜けているとこういう風に腰が反って腰が痛くなってきます。プランクの状態では息を吸い込んで腹筋に圧をかける、腹筋を薄くしておくということです。腹筋を薄くして腹筋を薄くした力で体を支えていきます。もし腹圧が足りなかったり腹圧がかかっていなければ肩や肘、腰にかなり負担がかかるはずです。腹筋を鍛えるためにプランクをやってるにもかかわらず肩とか肘とか腰が先に痛くなるという場合は腹圧が抜けている可能性、うまくかけれていない可能性が高いです。プランクをしている時にしっかりと腹圧がかかって腹筋が引き締まった状態になっているか確認しながら行ってください。もしもこれ以上腹圧をかけれないという時は休んでください。少し休んでまた腹圧をしっかりかけた状態でプランクをやってください。腹圧がかかってない状態で長い時間だけやっても怪我の原因になるだけです。次に股関節の動かし方について、スクワットをするときに股関節を動かさないまま真下に落ちるとこういう形で膝が前に突き出してしまいます。膝を前に突き出してやるスクワットの方法もあるのですが、股関節をうまく使いながらやった方が女性の足痩せのためにはいいです。では股関節をどのようにうまく使っていくかというと、まず自分の股関節の部分に手を当ててください。ここからぐっと折り曲げてもらうとお尻を突き出す姿勢になります。お尻を突き出す姿勢になるんですが、この時に胸を張って目線は正面を見るようにします。まずここまでやってみてください。ここから折り曲げます。で、股関節を折り曲げてその後で今度膝が曲がってきます。股関節の後膝を丸めていきます。そして太ももが地面と平行になるまで落としていきます。で、スクワットをしている時もきちんとこの内ももの部分ですね、内
内ももの親指の付け根からこの内側のラインから力が抜けていると足が横に開いて、なぜ横に開いてくるかというと、これも腹圧がきちんとかかってないと、この腹筋から全部つながってきてます。腹圧が抜けたまま他の部分に力を入れるということは非常にやりにくいです。腹圧が抜けていると体をうまく動かすことができません。逆に腹圧がしっかりかかっていると体を軽くコントロールすることができます。ただ股関節から折り曲げていくスクワットを行うと後ろにフラッと倒れてしまうという人もいます。スクワットっていうのはもちろん足だけの力で行っているものではなくて、状態を保つために上半身の筋力も必要になってきます。その上半身の筋力がない場合、もしくは腹筋の力ですね、腹圧をうまくかける力がない場合っていうのはうまくフォームを取れません。ですから大事なのは股関節をきちんと動かすことですから、自分が維持できる範囲まで膝を曲げて股関節を動かしてあげます。で、股関節がきちんと動く状態になってくると、お尻だったり内ももだったり太ももの裏だったり、自分が効かせたい部分にさまざまなフォームのスクワットで効かせることができるようになってきます。股関節が動かせない状態のままで行うと、もうほとんど前ももにしか効かないスクワットになってしまいます。最後に自分の思い通りに体を動かす方法を紹介します。まず普通に立ってみてください。普通に立っても例えばちょっと左重心だったり右重心だったりすることがありますし、普通に立ってるはずなのにちょっとつま先が斜めに出ている人とか、自分の癖をまず把握しておくということが必要になります。肩幅に開いてくださいって言っても左足だけちょっと大きく開いてたりとか、これは体の歪みから生じるものでもありますし、人間利き手と利き足がありますので、必ずしも正対称になるという人はいません。みんな何らかの体の歪みがありますし、特徴がありますので、まっすぐのつもりがまっすぐではありません。これを直していくために効果的なのが、手を真上に上げた時に、例えば四十肩とか五十肩とかで肩の関節があまり良くない人だと、こういう風に体が反ってしまったり、もしくは前まで上まで上がらずにこの辺の状態で止まってしまったりします。この時は真上に上げる時は今度天井から指先をぐーっと吊り上げられるような感じですね。ぐーっと天井から引っ張られている、こういった感覚を持ってもらうとまっすぐなりやすいです。で、この全体の姿勢に関しても、例えば頭を天井から吊られてるという風にイメージすると姿勢が正しい方向に行きやすいです。今上から吊られてるイメージしてます。何もイメージしてないとやっぱりちょっと歪みますよね。歪んで、顔が前に出たり猫背になったり反り腰になったり、さまざまな姿勢になってしまうんですけど、この姿勢を直していくのっていうのはすごく難しいんですね。姿勢を直していくのはすごく難しいので、何か吊られてる、引っ張られてるみたいなイメージをしてあげて、プランクの時とかもですね、自分の体がフラットにまっすぐなるようにするために、もしくはスクワットの時に股関節を後ろにグッと引いてお尻を後ろに引くんですが、お尻が後ろからグググッと引っ張られるイメージを持ってもらう。スクワットで上体をまっすぐしといてねって言われる時は、頭を吊り上げられてるイメージですね。お尻は後ろから引かれて、頭は天井から引かれているという風にしてもらうと、自然と腹圧もかかりやすくなってきます。足痩せのためのスクワットや足パカの動画のコメント欄を見てもらうとよくわかると思いますが、すぐに細く痩せましたという人と全然効果がなかったというコメントが2つあります。これはなぜそういったことが起こるのかというと、もともとの姿勢の問題があります。その姿勢の問題の上で正しくフォームが取れないということがあります。ですから人によっては少し運動したらすんなり細くなるという人もいます。逆にどんなに運動してもなかなか細くなりにくいという人もいます。
これは単純に筋肉量や脂肪の量だけの問題ではありません。姿勢の問題です。姿勢の問題というのは非常に難しい問題で、姿勢を正しくしてくださいと言っても今まで何十年もこの姿勢でいたわけですから、いきなり正しくなんかできないです。姿勢をじゃあ正しくしていこうとすると、それは鍛えるべきインナーマッスルの部分であったり、伸ばすべき筋肉の部分であったり、やるべきことが無数に出てきます。本当に正しい体になりたいんだったら、自分自身がピラティスインストラクターの資格を取らない限り無理ではないでしょうか。ですので、もしお金と時間がある方はピラティスインストラクターの姿勢のマンツーマン指導を受けることをお勧めします。もちろん細くならない原因には食生活がうまくいってないということもあるでしょうが、運動がうまくいかない場合は今日みたいな注意点を踏まえた上で改善していくといいでしょう。今日は足が細くならないという人からの悩みをたくさんいただいてましたので、それに答える動画を撮りました。また皆さんが動画のコメント欄にコメントしてくれたことに対して動画で返信していきます。ですのでコメントを忘れずに。今回の動画がためになった人はぜひ高評価ボタンも押してください。月に1回は YouTube ライブでリアルタイムに皆さんの質問に答えていきます。そのライブを見逃さないようにぜひチャンネル登録とベルボタンのタップで通知をオンにしておくことも忘れずに。以上です。